浅見久美子です。3月といえば春分の日が待っています。元旦、節分、そして春分の日が3段階の今年のスタートというタイミングになるんですが、この3月の春のタイミングっていうのは日本人の私たちにとってすごく大切なスタートになっていくと思います。そのことに関する私からのメッセージをお伝えしたいと思います。それではスタート。まず一つ目のメッセージをお伝えしますと、自分自身を信頼する自己信頼という学びから大いなるものへ、高次の力への信頼っていうのにシフトしていきましょうというメッセージです。高次との信頼をつないでいくためにベースとなるのはやはり自己信頼ですね。それが大きなステップとなりますので、自分を信頼するっていうねことをすっ飛ばして高次の信頼ってなるとね、なかなかね難しいの。結局のところ自分自身の信頼感が全てにつながっていくわけですから、高次の存在とか高次の意識っていうとなんかすごいものに感じられたり、逆になんかわけわかんないとかすごく不安定なふわふわしたものっていうふうに捉えている、どちらにしても捉えているのであれば、恐ろしくね信頼することもできなかったり、逆に本当に全部自分を明け渡してしまったりっていうふうにしちゃうじゃん。それはさ良くないのよ。明け渡しちゃダメなのね。でも覚えておいてほしいのが、自己信頼っていう基本のところからもっと一段階上の高次の意識への信頼感、宇宙への信頼っていうか、人によってその概念は違うかもしれませんけれど、そういう自分の顕在意識レベルで考えたことをもうはるかに超える、そういったものがあるんだよっていう、自分の中にですよ。自分の中にだよ。自分の中にあるわけ。そこに任せていく。そしてじゃあ自分は何をするかっていうと、任せっぱなしじゃないのよ。任せっぱなしじゃないのよ。自分の人生を生きるっていうことをしていくっていうことが大事なんですね。でそこの自分の人生を生きるっていうところと、自分の信頼っていうところと、その高次の意識っていうところっていうのは全て連動しているのでね、その自分らしく生きるという波動にチューニングすることでね、自分自身を、それによって高次の意識というものと深いつながりができて、自分の頭では考えも及ばなかったような、とても喜ばしい、もう願ってもないような素晴らしい体験というのができて、その素晴らしい体験というのは様々な喜びですよ。様々な喜びを体験することができるんですね。どうあれなんかね、思考レベルではね追いつかないぐらい、この現時点で時間の密度がえげつないというかね、時間の密度がもう全然違うというふうに感じたことはないでしょうか。もうとにかくまず早いよね、スピードが。もう今年始まったかなと思ったらもうね3月になってますし、あっという間にゴールデンウィークが終わったらもう夏休みですよみたいなね。そうするともう1年半分終わっちゃいましたみたいな風にものすごく早いんですね。なのでそのスピード感に翻弄されるというよりも、逆説的ですけれど丁寧にその一瞬一瞬を大事にするという意識というのが大事じゃないかなっていうふうに思うんですよね。そう言われても、どんな風にゆっくりしたらいいかわからないとか、どんな風に味わったらいいかわからないっていう方は、一日のほんの少しの時間でもいいのでね、人によって違うと思いますよ。今までゼロっていう方は5分でもいいからゆっくりぼーっとするとか、それからゆっくり味わいながらお茶を飲むとか、ゆっくり深呼吸をするとか、
そんな風に自分自身のこの生きている、喋っている、動いている、その感覚に意識を向けていく。食べるときはちゃんと味わって食べるとかね、そんな風な時間を持つっていうことが大事ではないかなっていうふうに思います。スピードが速くなってるのにもたもたしてたら取り残されちゃうっていうふうに思う方こそ、しっかり味わっていくことが大事なのではないかなっていうふうに思っています。私自身も本当に前のめりですので、できるだけ早くみたいな感じで、とにかく先を見に行こうみたいななんかその先発隊みたいな意識がありますので、そういうような感覚があるんですけれど、そういう私だからこそ瞬間瞬間を丁寧に味わっていくっていうことをね、大切にしたいなっていうふうにね、最近とても強く思っています。自分を信頼するということをベースに、工事の意識を信頼するというようなことをお話ししましたけれども、それはどんな学びなのかというと、自分の強さにつながっていくっていうことなんですね。強くなければいけないっていうことではなくて、私たちはさまざまな経験をして強くしなやかになっていくんですね。それは本当に純粋な喜びであると思うんですよね。このメッセージは、あなたの強さをさらにしなやかに強くしていきましょうというメッセージでした。そして2つ目のメッセージ。今ね、自分自身がなんか停滞してるなっていうふうに感じている方へのメッセージです。もしあなたが何らか停滞しているなっていうふうに感じていたとしても、あなたはステップの途中にいて着実に進んでいます。自分自身としてはなんか頑張って2歩進んだけども、なんか8歩ぐらい下がっているような、そんな感覚がするかもしれませんが、そうであってもあなたは着実に前に進んでいるんだよっていうメッセージです。そしてもう一つ、停滞っていうよりもなんか同じところをぐるぐるしてるよっていう風な感覚を感じていらっしゃる方、何か自分にとってこの先進んでいくために必要な何かっていうものを学ぶためにぐるぐるしているんですね。まだつかめていない大切な何か、それってものすごく当たり前なことだったり、ものすごく初歩的なことなのかもしれませんね。それがあるからこそ自分は成長していけるっていうことがあったりするんですね。ですので、ぐるぐる回ってるなっていう方は、自分に聞くと自分は何を学べばいいのかっていうことって自分で分かってると思うので、そこを丁寧にやることでスッと進んでいくようなね、感覚がこの先あるのではないかなっていうふうに思います。今はその動きもちょっと今までと違うような感覚になることが多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。時間が濃密で、なんかものすごくスピードが速くなってるっていうような話をしましたが、さまざまな感覚がね、今まで通りではないっていうものがありますので、そういう意味でいろんな違和感があるかもしれませんが、それも含めて順調なんだと思います。先ほどお話ししました自分を信頼するイコール工事の意識を信頼する、何らか私たちは導かれている、その大いなる流れの中でかなり順調なんだっていうようなことを信頼することが大切なんじゃないかなっていうふうに思いますね。とにかく大事なのは自分として生きるっていうことです。これ私のね、この YouTube の動画で何度も言っていますが、自分と乖離しているとやっぱりなかなか人生の調和っていうのは訪れないんですね。自分自身の中で調和をしていくっていうことがね、すごく大事なんですね。あなたであるっていうことが大事っていうことなんですよ。いや、自分として生きてるつもりなんだけどっていうふうに思うかもしれないんですけど、もしそれがね、どうなんだろうっていうふうに思ったら、確かめる方法があります。今自分に感謝できるか、自分に愛してるっていうふうに言えるかっていうことが大きな道しるべになります。自分に感謝できないなっていう方は、どうして感謝できないんだろうっていうことをちょっと掘り下げてみてほしいんですね。感謝するために
自分は何らか人から認められるような自分にならなきゃいけないみたいな信念があったらね、自分のこと認められないじゃない。それ他者軸だからね。そうじゃなくて、懸命に生きている自分に感謝する、今日もよく生きたねっていう風に言ってあげられる。とにかく自分軸ですね。これ自分の世界の中だけ、よその人は関係ない。そこの中で自分に感謝できる、そんな自分が愛おしいなっていうふうに思えるかどうかっていうのがものすごくはっきりした道しるべになります。これね、本当に大切なことだと思うんですよね。どんなに困難があったとしても、自分自身の世界の中で自分に感謝したり自分を愛おしいって思える方っていうのは着実に導かれます。誰が導くかっていうと、自分自身、自分の神が導いているっていうことなんですね。そして3つ目、今まで自分が生きてきて自分自身がこの人生の中で学んだこと、それが本当の意味での知恵になるんですね。自分が本当にそうだなっていうふうに思って、そのことを人生に生かせるようになることっていうのは、自分自身にもそして他者にとってもとてもいい影響を及ぼす真実のエッセンスになります。その自分自身が学んできた、もういろいろ大変なことがあるじゃない、生きてきてね。でもこうだっていうふうに自分で掴んだ知恵、英知だね、英知になってるね。それを自分の中でしっかり、これは私が学んできた英知だよっていうことを認めてあげる、ピックアップしていく、なんか書いてみる、これは私が学んだことだなみたいな、そういうことを自分のメモに書いたり、今スマホのメモ帳かな、なんかそういうものに書くっていうようなことをして、自分はどんな学びをしてきて、どんな学びがどんな知恵になっているのかっていうようなことを見直していくといいと思います。その中でそうすればいいんだよねというような外側から来たやつは除く。あくまでもあなた自身が自分の人生の中で学んできた知恵ですね、英知。それをしっかり自分で認めるということをおやりになることをお勧めします。今回は3月の春分の日までに意識したいこと、やっておきたいこと、チューニングしたい意識についてメッセージ3つお伝えいたしました。この動画が面白いなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をしていただいて、次の動画を楽しみにしてくださいませ。そしてぜひ感想など残していただけると励みになります。そして高評価も嬉しいので、ぜひお願いいたしますね。ということで、浅見久美子でした。またね。